Hello, はい。hello. Hello, hello. それではですHello. ね、今日はもう1時間たっぷり、もうドクター・ルーディとお話しいただきたいと思いますので、早速じゃあ今日ね、進行と通訳していただく、岸原さんにもうバトンをパスしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。本当に早速、1時間という時間だと思いますので、早速入っていただければと思うんですけれども、ですね、質問の方いただいてます。ちょっとそちらの方ですね、ドクタールにも読んでもらっていると思いますので、早速ですね、ドクタールの方に答えていただければと思っています。よろしくお願いします。Alrighty, so Dr. Rudy, let's get started. You got his question, right? What question? Um, I'm just kidding. I'm just kidding. I got it. I'm like, what are you Yeah, talking all about? right. Yeah. So I Well, just, first off, it's a pleasure to meet you, Tomomichi. Thank you very much, Dr. Rudy. Nice to meet All you. right. Excellent. All right. I really appreciate the thought that went into the message that you sent over. And first off, I want to say that I'm really pleased to hear your journey. I appreciate you sharing that information with me. そうですね、まず、入っていくときに、前にですね、友文さん、本当にですね、メッセージ読ませていただきまして、質問の方ですね。で、それと一緒にそう言っていただいたメッセージの方も読ませていただきまして、友文さん、これまで医師としてですね、どのような医師としての旅路っていうのを過ごされてきたのか、っていうのを読ませていただいてですね、本当に私も医師っていうところもやっぱありますので、本当に素晴らしいドクター、医師の方なんだなということを感じましたし、その素晴らしいパッションだったり、そういったミッションをですね、共有してくださったことに本当に嬉しく思っています。And I look forward to hopefully helping you learn some things and consider some new things. But I also look forward to learning from you, not only because of your experience as a physician, but also your experience as a father with three children. Yes. そうですね。で、多分もうお分かりだったと思うんですけど、本当にですね、多くのことをですね、今日お伝えできればと思ってますし、これからもですね、友達さんが学びの過程で、さらに多くのことをお伝えできればというふうに思っているんですけれども、私自身もですね、友達さんからやっぱ多くのことを学びたいなというふうにやっぱ思っているわけですね。友達さんも医師で、これまでの経験っていうところだったり、知見っていうものが終わりだと思っていますし、医師だけではなくて、3児の父というところで、私もある意味先輩っていうところなわけですよね、お父さんとして。そういったところからもですね、多くのことを学べればなというふうに思ってます。Thank you very much. All right. So I think, your journey overall has led you to some great understandings with traditional, not only Western medicine, but then, of course, your expanded knowledge on Chinese medicine, acupuncture, and then learning about orthomolecular medicine. And my journey was very similar, where I learned about orthomolecular nutrition, and that got me interested into functional medicine. So I can relate to where you are currently. And yeah, I think that we can dive right into to the first patient here, unless there's anything else that you'd like to add prior to us doing that. そうですね。そして、友道さんのですね、これまでのその医師としての旅路であったりですとか、どういったその経緯があったっていうのを読ませていただいてですね、もともと、いわゆるその西洋医学っていうところで学ばれて、で、患者さんと向き合われてきたっていうところで、そこでやっぱりここだけではなくて、例えばある意味、チャイニーズメディスンっていうところですよね。中国だったり、その東洋の医学っていうところだったりだとか、漢方だったりだとか、でそこからやっぱりオルソモレキュラーな方だったりだとか、いろんなところを知られるところになったっていうところだと思うんですね。で結構私もすごい似てるところがあったんですけども、私はまず西洋医学っていうところから始めたんですけれども、そこからオーソモレキュラーっていうところをやっぱり私は学ぶ機会がありまして、でそこから現在のそのファンクショナルメディスンというところですよね。予防医学だったり、機能性医学っていうところに進んでいく過程があったっていうところだったので、すごい友美さんのこれまでの歩まれていた旅路を聞いてですね、すごい関連っていうか、なんかちょっと似通っているところを感じるなというところを思ったんですけれども、早速ですね、よろしければですね、いただいている質問の一人目の女性の方、汗をかかれるっていうところの女性のところに移らせていただければと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい。入る前に友道さんの方で、ちょっとその前にこれ付け加えたいよということだったり、そういったこととかってありますか？なければ、もうそのまま質問に入りたいかなと思うんですけれども。最初の first question is, in fact, my mother. Okay. Okay. It's difficult to
good condition. Mm. So please help. Yeah, yeah. Well, and it's always difficult treating family, especially your mother. うん Yeah. そうですよね。なんか家族にこういったアドバイスしようっていうのは結構やっぱ常に難しいことだと思うんですね。特にお母さんの場合一番難しいタイプの人なんじゃないかなと思うんですけれども。なるほど。So when she's sweating, is it just one location? Is it hands? Is it feet? Or is armpits? Is it all over the body? And is there a specific location that it's occurring? そうですね。まずお母さんの症状の方から、お伺いできればと思うんですけれども、汗をかかれるときっていうのは、例えばその一つの部位からなんですかね、が多いですかっていうのは手のひらだったり、足だっ多分でたり、すね、全身なんですけど、特に多いのは頭とか上半身が、全身なんだけど特に多いのは首より上がすごくて、もうびしょびしょになってああ、そうなんですね。しまうと。で、手足は冷たいんですよ。なるほど、なるほど。Yeah, for her, it's pretty much like overall her body, but especially her upper body, especially above her kind of like neck and so her head. She gets like super sweaty. And also her her hands are kind of cold. Hands are cold. Okay. All right. So there's primary hyperhidrosis, which just means sweating excessively, Ken. And then there's secondary hyperhidrosis, it means that something else is causing, or another condition is causing this sweating. And so so primary is this condition is on its own, and we're maybe not sure of cause. Secondary means that it's happening from something else, some other condition. So we have to distinguish between the two. Secondary hyperhidrosis, obviously, we can start to work through and try to figure out what could be creating it. そうですね。まずお母さんのその症状を聞いた感じですと、やっぱりその多汗症っていうところっていうのがまずまず見受けられるんじゃないかなと思うんですね。で、一つとしてはその多汗症によってそういったその症状が現れているっていうことが考えられるのかなと思うんですね。で、もう一つ、二つ目としては、その多汗症が原因で他の症状がさらに起こってしまって、二次症、なんていうんですか、二次症状というか、それによるそのある意味連鎖反応的なことが起こっている可能性もあるかもしれないというところ。そして、彼女の場合、その多汗症っていうものが何が原因、根本原因が何なのかっていうところっていうのがあると思うんですね。ちょっとそのあたりをちょっと深掘りっていければと思うんですけれども。So the things that are on my list of top things to be ruling in and ruling out, right? First off, some cancers can cause this condition. So just keep that in the back of your mind. It's not the first place that I go, but just be mindful of that. そうですね。そしてですね、彼女のその症状を聞いた上で、ある意味その取り入れるべきようなことと、排除するべきようなこと、なくすようなべきことっていうのはいくつかあると思うんですね。まず一つ目として、ちょっと頭に入れておいていただけるといいかなと思うのが、ある意味こういったその多汗症だったり、こういった症状っていうのが、ある意味その癌細胞とかから、起きている可能性っていうのがあるケースがあります。で、これは必ずしも、だからその人がすごい癌の方だよとか、そういったことはもちろんないんですけれども、そういったところから、起こり得る可能性もあるということを一つ、ある意味マインドフルな、感じで、そういうこともあるんだっていうことを理解していただけると思います。はい。Now, I saw some medicines that were listed on there, which was like a zinc and a B6 supplementation, which I think are great. But if she's taking any other medicines, they may have side effects that cause hyperhidrosis. So I guess one of my questions that I'll circle back to is how long has she been having this and dealing with this problem? Another thing besides medicines or certain substances that might create this, I would also be thinking about an overactive thyroid gland. I'd be thinking about her hormones, estrogen, progesterone specifically would be two other ones that I'd be considering. And then I'd be concerned about the adrenal glands. そうですね。そしてですね、友道さんがですね、
サプリメントっていうところで、亜鉛だったり、ビタミン B6、ビタミン B6 っていうものを勧めてられているっていうところで、それ素晴らしいアドバイスだと思うんですね。これらのものは素晴らしいものにはなりますけれども、一つ確認しておきたかったのがですね、お母さんが、そういったサプリを取りつつ、他に何かしらすでに薬とか、服用している、薬とかを取られていることとかってあるかなと思ったのが一つありました。で、その場合、薬の種類にもよると思いますけれども、それが原因だったり、それの副作用として多汗症だったり、何かしらの症状っていうのが起こり得る可能性っていうのもあるかもしれないというところですね。なので、もし薬とかを取られているのであれば、何かしらそういうのがあるのかっていうところが一つと、もう一つ私がちょっとですね、ここを見ておきたいなっていうところが、そういうすごい汗をかかれるっていうところ、特に上半身が多いというところだったと思うんですけれども、あと手が冷たいっていうところですね。この症状っていうのは大体どれぐらいの期間、現れているのか、何年何ヶ月とかってあると思うんですけれども、どれぐらいの期間っていうのはちょっとお伺いできればと思うんですね。15年ぐらいですかね。そう15なんです。年以上。そうなんですね。で、ちょっとそれもドクター・ルーディに伝えておくかと思いますけど、あと薬とかって取られてるとかってありますか？薬は、高脂血症のお薬と、はいはいはい。アトルバスタチンと、あとアドルバスターチ。アトルバスタチンっていう、高脂血症のお薬と、あと大王肝臓糖っていう、大王ボタンピ糖っていう、漢方薬で、便秘なんかをちょっと調整するような漢方薬ですね。大王ボタンピ糖っていうものボですね。タンピ糖。右の下腹部が痛いような便秘のある人に使うお薬なんですけど、なるほど、なるほど。彼女はなんかその虫垂炎の手術の後のところ、やっぱりシクシクするみたいな症状があって、便秘が強かったんで、ちょっとそのお薬を使って、調整をしてるっていう感じですね。なるほどですね。ちょっとそちらもドクター・ルイの方に伝えてみたいと思いますね。で、その前に、先ほどのドクター・ルイに言ったことの途中、残りの部分ですね、どれぐらいの期間がっていうところと、で、彼女のやっぱりその甲状腺っていうところですよね。あとはそのホルモンのところと、で、エストロゲンだったり、っていうホルモンがありますけれども、あとプロゲステロンとかありますけれども、そのあたりは特に見ておきたいなというところですね。どれぐらいの分泌量ですとか、そういったところですね。ちょっとドクター・ルーディに15年間ぐらいっていう期間と、あとその薬を取られているものをちょっとさせていただきますね。あと、記者さん、甲状腺もチェックしてて、甲状腺は異常がなかったですね。全部正常範囲で、エストロゲンとプロゲステロンとか副腎のチェックなんかはちょっとしてないので、ちょっとしてみたいなって今、聞きながら思ってました。なるほどですね。わかりました。ありがとうございます。So Dr. Rudy, so my mom, so she's been having that, these conditions for, over the last 15 years. And she's, taking some sorts of medications. So she's taking 2 medications. Let me check real quick here. The first one is, so it's about, so this is for, Feel free to put it in the chat. yeah. Oh. So this is medication for hyperlipidemia. Okay. And then did you get it on the chat? No. You don't, right? No. Okay, so let me. で、アトルバスタチンですね。アトルバスタチンです。アトルバスタチン。I got it. That's what I'm saying. Okay. アトルバスタチンですね。で、もう一つが、ごめんなさい。大王ボタンピ糖っていう。大王ボタンピ糖ですね。これちょっと難しいかもしれない、英語で言うのが。ちょっと見てみますね。ちょっとお待ちくださいね。すいません、助かります。大王ボタンピ糖ですね。大王。ちょっとそこに。And the other medication is for her, constipation. Okay. Yeah. And what is it? Which one is it? Yeah. It's called
rhubarb, peony skin, hot water. I'm gonna put it on the chat. Is it a medication or an herb? It's kind of like it. I think it's kind of like a herb. Yeah. Okay. You got it? Rhubarb, peony skin. Okay. I'm not familiar with that, but I'd much rather it be that than a medication. Yeah. You got it on the chat though, Yeah, right? I've got that. Yeah. 菅野さん、あれですよね、2つ目の、代用ボタンピトーっていうのは、薬というよりは、漢方薬的なものっておっしゃられてます。漢方薬ですね。そうですよね。はい。ありがとうございます。Yeah, it's not really like a medication, but it's kind of like, Chinese herbal. Right. Yeah. So the atorvastatin, one of the side effects to atorvastatin is a nutrient depletion of CoQ10. So I would make sure that we are doing CoQ10 along with the atorvastatin. CoQ10 is important for mitochondrial health, for production of energy. So depending on her dosing or how long she's been taking it, I'd be recommending 100 to 200 milligrams per day. So 100 to 200 milligrams per day, right? Correct. Yeah. Okay. And that can be taken in one dose, or it can be split up, but it doesn't matter. 100 to 200 milligrams per day. Okay. And the reason why you mentioned this is because of the first medication. When you take atorvastatin or any statin, it depletes that nutrient, and that nutrient is essential to the body. So just like zinc and B6 are being supplemented right now, I would be considering. I would definitely implement CoQ10. Okay. And that's for the first medication, right? That's the only medication that was mentioned. Yeah. Okay. Got it. Thank you. Thank you. ですね、そして、まずですね、その先ほどの高脂血症に関しての、アドルバスタチンという薬を取られているというところだと思うんですけれども、このアドルバスタチンの、ある意味その副作用の一つとして、その体内のその高9点、コエンザイム9点を、ある意味その枯渇させてしまう、欠乏させてしまうという副作用が存在するんですね。というところで、そのコエンザイム9点っていうのがミトコンドリアだったり、そのエネルギー生成っていうところに、すごい効果的な栄養素の一つっていうところになってますので、コエンザイム9点っていうのが、彼女の場合、その高脂血症のお薬取られることによって、枯渇していってしまうっていうことが考えられますので、もし私であれば、彼女に対してはコエンザイム9点っていうのをすごいお勧めしたいなっていうのは思ってますね。なるほど。そうですね。で、分量としては、1日に100から200ミリグラムっていう分量をお勧めしたいと思ってます。で、これに関しては、その1回の摂取、もしくは例えばその1日に、例えば2回、3回とか分けて、そこはもう構わないですね。大体その1日に100から200ミリグラムっていう量であれば、1日に1回、もしくは数回に分けても大丈夫だというところが一つあります。And also that really, sorry, one thing I forgot to mention, is that so I checked her, a thyroid, and like she was kind of like, she was fine with her, thyroid, but as you mentioned, her, estrogen and progesterone, I haven't checked yet, and so I'd like to check it maybe like, later. No, I think I would check that. Definitely run a. You could run a blood panel, or you could run a saliva panel to look at the hormones. So blood panel and saliva panel. そうですね。そして、そうですね。エストロゲンだったりだとか、プロジェステロンのところはまだ調べられていないっていうところだったので、ブラッドパネルテスト。だったりだとか、あとはサライバテスト。これは唾液によるテストですかね。というところで、このあたりのホルモンというところも、チェックができるかなと思いますので、されてみるといいかもしれないかなと思っています。ありがとうございます。So when did she start taking Lipitor? Or the atorvastatin? I'm not sure. Okay. ちょっとわかんないですね。In a quick search, I found Lipitor is the other name for atorvastatin. Yes. In women over the age of 60 who have been taking the drug for 1 to 6 months, hyperhidrosis can occur in 1% of them. And this is when they studied 228,000 people who have side effects. 2,000 have hyperhidrosis as a side effect to taking it. And the primary
population was females over 60. So I would be considering, of course, not removing the medication immediately I'd back off the dosing depending on her dosing, but potentially considering cutting back on the Lipitor and seeing if that resolves some of the symptoms. Okay, so the Lipitor is the medication that we mentioned, Correct, yeah. right? And then sorry about that. And so the research you mentioned was that out of 220,000 people, 1%. Around, yeah. Okay, 1%. around 1%. Yeah. So like it's about like 2,000 something people had like reported hyperhidrosis as a side effect of taking the medication. Got it.ありがとうございます。そうですね。ちょっと軽く、まだその一つの症例というか、研究、リサーチのところしか見てないんですけれども、まだちょっと他にも見てみればいっぱいあると思うんですけど、ちょっと今、一つのケースを見てみてところでですね、あるその研究によっては、これがですね、一重百千万、ごめんなさい、22万人、約22万人の方たちを対象とした研究っていう調査っていうのを見たところを今ちょっと見てみました。で、この方たちが、アドルバスタチン、もしくはその他の別名があるかもしれないと思うんですけども、そうですね。そちらの方の薬を取ったときに、どういったその副作用があったっていうのを見た研究になるんですね。で、約22万人っていう方で、多くが、その大半がその60歳以上の方たちだったんですね。So, Dr. Rudy, did you say they're mostly over 60 female or like, female and male both? I'll put the link in here. Tomomichi, can you read English pretty well? Oh, yes. Okay. その記者さん、その論文のあれを教えてもらったら、後で調べます。ありがとうございます。ちょっと今、ドクター・ルーディがちょっとリンクを貼ってくれるそうで。ありがとうございます。こちらですね。こちらちょっとありがとうございます。そして、その中で、1%、ちょっとまた後で見ていただけると思うんですけれども、そのうちのその 1% の人たちは、そういったその多汗症っていうものが、その薬を取って1ヶ月から2ヶ月後に 1% の人ですね。なので、約2000人ほどぐらいの人たちっていうのが、その多汗症を副作用として発症するケースが見られたっていうところが出ています。Thank you very much. Thank you. So this is the study. You can go on there and read it, but it was in 60 and over females. Thank you very much. It seems to me that based off of this, that this was something that was done on June 15th of this year. So it's a recent finding. Cool. そうですね。そして、こちらのですね、研究は後ほど見ていただけると思うんですけれども、いつぐらいに行われた研究かというと、今年のものなんですね。今年の6月15日に行われた研究になりますので、すごい結構10年前、数十年前とかの研究ではなくて、割と新しい研究になってますので、参考になるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。どういたしまして。That's like one or two words. I know. I'm so sorry. I need to learn Japanese. So I would start there, and then I would also look deeper into progesterone and estrogen. Obviously, as females age and go postmenopausal, we can have these fluctuations. If it started right around 60, that might be an area that we can come in and address. Now, personally, I don't, from a traditional Chinese medicine perspective, start with what you know there. From our side of things, we most often go to medication and bioidentical hormone replacement therapy. That brings with it some risks and concerns of, developing cancers and those type of things. So there's a lot of things that we look at, but that's where I would start, そうですね。そしてですね、今先ほどお伝えしたような、例えばそのコエンザイム9点のあたりの話だったりですとか、そういったところからまずスタートをする。あと、そのエストロゲンだったり、プロジェステロンのところを見てみるっていうところ、まずそこからスタートをするといいかなっていうところだと思ったんですけれども、このあたりはですね、やっぱり特にその女性の場合で、女性のその閉経後、例えばその60歳以降というところでは、例えばそのプロゲステロンだったり、エストロゲンっていうのは、ある意味その閉経する前の女性と比べると調整するのが難しくなったりっていうところはあると思うんですね。ただ、トンウンチさんがある意味チャイニーズメディスンを学ばれたりだとか、そういったその知識、知見っていうのをお持ちだと思うんですね。なので、そのあたり
から、知られている知識をもとに、こういったやり方、アプローチっていうのは、おそらく体に対してのある意味その薬とかを用いた時の、副作用だったり、そういったような、ある意味ちょっと危ない可能性を含んだ、アプローチではない、よりちょっとナチュラルなアプローチであれば、いいかなというふうに思っています。で、もちろんご存知のように、ある意味そういった薬とかによっては、中によってはある意味副作用とかによって、がんとか、何かしらの病気とかを引き起こす可能性のあるものもあると思いますので、そちら多分菅野さんは、菅野さん結構ご存知だと思うんですけども、そのあたりを気をつけて、まずそこからのスタートをしていただけるといいかなと思ってますね。Is he still there? Or did we lose him? He's freezed. 菅野さん聞こえますか？Maybe like his Wi-Fi connection or something. I think he's come back. 菅野さん聞こえますか？ごめんなさい。I'm sorry. ちょっ Okay. と携帯が切れてしまいました。なるほど。打ちと落ちちゃいましたね。ごめんなさい。ちょっとパソコンにしました。So make sure he heard what you said, I'm Ken. sorry. Yeah, just his phone Okay, died. no worries. Yeah, no worries. Yeah. But I want to make sure that he heard what you said, Ken. So Oh, yeah, that's right. 菅野さん、その携帯が、切れる前のどこまで話聞こえていたかって覚えてますか？ちょっと待ってください。マイルドな、漢方とかそういうので調整をしてみたらどうだっていう、エストロゲン、プロゲステロンが良ければっていう話を伺いました。そうですね。まずそのあたりからのスタートっていうところがいいかなと思うんですね。Yeah, so he pretty much got everything. okay, all right, good. So I'd start there. I realize that we have other things to touch on here, but if there's anything else that you have questions around your mother, ask them now, or as you start to maybe implement and look at some of these things, always feel free to circle back with me, and we can work through her case together. そうですね。なので、今お伝えしたようなところからスタートさせて、していただけるといいと思うんですね。で、その中で、ちょっとある意味そのトライアンドエラーというか、ちょっと試してみて、これいいなとか、これちょっと違うかもしれないというところをいくつか見ていただいて、でその都度っていうところでもちろん私の元に質問していただくっていうのは全然構いませんので、そういった形で、まずはそういった形でスタートをされるといいかなと思います。あとうちの母の今アドバイスは全部順番にやっていこうかなって思ってるんですけど、このヘルスコーチの手法で問診票で彼女にやってもらって、栄養障害、代謝障害、違うな。そうか、この問診票の症状から副腎とか甲状腺とか、そういう障害のあるところから食事のアプローチでデトックス食事プランを開始しようなんていうふうに思ってるんですけど、それに対してちょっとなんかこういうとこ気をつけた方がいいよとか、なんかそういうアドバイスがもしあれば伺えれば。なるほど、わかりました。So I did the questionnaire with her, and based on the results of her thyroid and also adrenal, I thought the detoxification plan would be the best diet for her, and so I'd like to start from there. But with that, before I start implementing that diet for her, do you think if there's any anything that I should kind of be careful for? Please let me know. Well, I mean, you got to think about, first off, I would recommend the detoxification nutrition plan, but I would also be thinking about the electrolytes and things that are coming out in the sweat, her hydration status as well, making sure that those things are being repleted. You may want to supplement with an electrolyte powder that can be mixed up, or they have liquids that can be mixed up, something that's repleting those nutrients, because even if we go on a detoxification diet, that increases the nutrients that we're going to be receiving from vegetables and fruits and plants.
But if we're constantly sweating out some of the things that we need to help our metabolic markers, then we're throwing the baby out with the bathwater. We're not doing what we need to be doing. So let's make sure that we're supplementing with those types of things. I think B6 and zinc supplementation are positive. Carpal tunnel syndrome, which was another symptom that she had mentioned, sometimes this occurs because of a B6 deficiency. So I think that's great. The cold hands, cold legs, I come back to the thyroid again and start to look at thyroid markers. I'd want to see TSH, free T3, free T4, thyroid antibodies, vitamin D. What am I missing? TSH, free T3 and T4, vitamin D. Oops, that's supposed to say free. So now thyroid antibody. And then thyroid antibody. Okay. Antibodies, which are, for us, it's TPO and thyroglobulin antibody. And then reverse T3 you could look at as well. Reverse T3. So those would be the primary markers I'd look at for the thyroid. From an adrenal testing perspective, you could do a saliva test. I don't know the testing companies that are available to you, but I'd be looking at an adrenal saliva test that looks at 4-point cortisol. So you're looking at cortisol, you're spitting into a tube at 4 different points in the day. And so they're reading the saliva level of cortisol at those 4 different points throughout the day. And you're just trying to you're trying to see where her cortisol level is. You could certainly do blood cortisol like in the morning and see if that's if that's elevated, then we might want to go to the 4-point test and see if they correlate. So saliva test 4 times a day or a blood test. Yeah, you could start with the blood test, and then if that's inconclusive, then do the 4-point cortisol saliva test. Okay. Got it. そうですね。彼女の場合ですね、おっしゃる通りにデトックスプラン、っていうのがすごいいいかなってやっぱり私も思いました。で、デトックスプランっていうのを、実践する際にあたって、ある意味その気をつけるっていうところでですね、気をつけるっていうほどでもないかもしれませんけれども、ぜひある意味気をつけていただけるといいかなというのがですね、例えばその電解質だったりだとか、彼女の場合、その欠乏しうる栄養素っていうものをサプリメントとかでもいいので、補ってあげるっていうところを、頭に意識に入れていただけるといいと思うんですね。っていうのが、彼女の場合、特にその汗をいっぱいかかれるっていうところですと、汗の中にその電解質っていうのが含まれてしまって、電解質っていうのはすごい欠乏してしまうっていうことになりかねないと思うんですね。なので、その彼女の場合、例えばそのパウダー状のサプリでもいいかもしれませんですし、もしくはその液状のサプリメントでもいいかもしれませんので、例えばその電解質のものサプリを、このデトックスプランと一緒に合わせてアドバイスをするっていうところだったりですとか、もしくはその電解質以外にも彼女がその汗をいっぱいかかれるっていうところによって体の中から欠乏しうる栄養素とかがあるのであれば、それも同様にサプリメントとかでも構いませんので、補うようにアドバイスをしていただけるといいと思うんですね。っていうのはやっぱりそのデトックスプランで、例えばその野菜だったりフルーツだったり、あとはその植物性の食べ物っていうものをお勧めすることによって、もちろんその野菜とかフルーツとか、そういったところから得られる、例えばそのフィトケミカルとか、そういったものを得られるっていうのはもちろんあるんですけれども、その中から電解質とかっていうのをたくさん補うことができるかっていうと、ある意味必ずしもそうではないところありますので、彼女のその汗をいっぱいかいてしまうっていうところに合わせて、その足りなくなる部分であろう、サプリメントをデトックスプランと一緒に合わせて、提供してあげるといいと思うんですね。
で、ビタミン B6 と亜鉛の方をもうすでに進めているっていうところだったと思いますので、こちらはいいと思うんですね。続けていただけるとすごいいいと思ってますし、で、彼女の場合、手が冷たい、手足が冷たいというところがあると思いますので、これっていうのはやっぱり、その甲状腺だったりだとか、ちょっとそのホルモンの方、もうちょっと見てみられるといいと思うんですね。で、今ですね、そのドクター・ルーディーがそのコメント欄の方、菅野さん、見れてますか？コメント欄にですね、コメント欄見れてますか？菅野さん。ごめんなさい。ちょっと今ですね、菅野さんミュートになってますね。すみません。ごめんなさい、見えてます。見てます、見てます。あはい、ります。ありがとうございます。例えばですね、TH3 だったりだとか、はい、あとはT3 とか T4、うん、あとはそのビタミン D のレベルっていう、いくつか書いてあるんですけれども、はいこのあたり、一応英語で書いてありますけど、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、大丈夫、ありがとうございます。はい。はい、こちらの調べてみます。あたりを見ていただければいいかなと思いますね。Thank you very much. Awesome. そうですね。そして、一応、一番最後のところで書いてありますけれども、副腎っていうところでは、その血液検査っていうところか、もしくは、唾液による検査っていう2つがありますけれども、唾液の検査の場合、1日に4回調べてみて、その1日の4回の中でコルチゾールがどこで上がってるかとか、そういったものを確かめていいかなと思ってます。で、血液検査の方がもっと正確かもしれないので、血液検査が大丈夫であれば、そちらからお勧め、できればなと思うんですけれども、ちょっと血液検査よりも唾液の方がいいかなとか、そういうのがあれば、唾液検査でいいと思います。1日に4回やっていただいて、コルチゾールの推移っていうのを見ていただけるかなと思いますね。ありがとうございます。Okay, so he's got a couple other questions. I don't know if we're going to be able to get through all of them, so I want to see if he has a priority to these questions. Right. そうですね。今ですね、ちょっと少し全部のところをお答えできているかどうかわからないと思うんですけれども、そのお母さんに関してですね、もしこの残りの時間の中で、さらにもうちょっとお母さんに関しての追加的な質問をお伺いしたいとかっていうのがあれば、もちろんそちらの方をお答えしたいと思ってますし、はいもしくはその他にも2番目、3番目、4番目っていう形でいくつかの他の質問をいただいているとですね、ちょっと残りの時間で全部お答えできるかどうかわからないんですけれども、はい、ありがとうございます。ですね、母の件は大丈夫です。よくわかりました。わかりました。現在の段階で、まずじゃあ一つ目の質問が終わって、はいその次の優先順位的なところで言うと、何番目の質問の方を次に聞きたいっていうのはありますか？そしたら、せっかくなんで、3番を答えていただきたら嬉しいなと思います。 3番のご質問ですね。わかりました。Yeah, I want to ask you about the question number 3. Okay. So if I were to build a health checkup center in Japan, what kind of hardware and software would he build? So does this mean like what kind of equipment or what kind of things I would be using in my center? これっていうのは、ソフトウェア、ハードウェアっていうところでおっしゃられたと思うんですけれども、ある意味私が日本で、そういった、なんでしょうね、例えば施設とかを、作った場合に、クリニックとか、検診センター作った場合に、どういう、設備とか、どういう検査キットとか、なんかどういうのを使いたいか、そういった質問ですか？それか、はい。多分、医学的なポイントと、そのドクターなんで、医学っていうポイントもあると思うんですけど、その中でウェルネスとか、ウェルビーイングとか、そういう人が幸せになるっていうようなもので、どんなようなアイデアをドクター・ルーディが持ってるかなっていうのをちょっとお伺いできたらな、なんてちょっと思ってます。なるほどですね。というと、必ずしも施設とか、施設というか、何かしらの機械とか設備とかっていうのはあるかもしれないですけれども、それ以外のところ、何かしらのこういったアイデアとかがあるよとか、何でも、そういったことがあれば、お伺いできればというところですかね。わかりました。ありがとうございます。Yeah, it's kind of like, not only like, equipments or like, tests or like, machines and things like that, but also like, if you have like any ideas on not only like, things based on like, kind of like as a, doctor perspective, but also like, well-being or like, Like what kind of programs or things? Any ideas? Yeah. Yeah. Well, I think from my experience, I've worked in integrated practices where we have multiple types of physicians under one roof. I think if we were to have a perfect center, I really would love to have
So I'd want to have my lead physician, right? Which then I would want to have supportive things like I want to have a health coach who understands the nutrition plans or the lifestyle things that we're implementing, and is able to meet with a client one-on-one or in small groups to walk them through how to implement these different things and help them overcome challenges. So as the lead physician, you're overseeing all of it, but you're not necessarily having to do the day-to-day one-on-one consultations to work somebody through how to eliminate gluten from their diet. You have your nutritional coach or health coach helping you out with that. I think from a professional standpoint, having things like an acupuncturist, chiropractor, massage therapist, somebody or multiple people that work with the body, somebody who's an exercise specialist, whether that is Tai Chi or some sort of exercise that will be beneficial to the person in getting moving, right? You got to think about who your clientele is and who your target is. If it's older males and females, then you want to be getting somebody who specializes in geriatric exercise. If you're working with athletes, then you're going to get somebody in there that's working with strength training, that type of thing. So those are probably my top, and then very close is somebody who works with the mindset, psychology, not necessarily psychiatry, but psychology, mindset, that type of professional is phenomenal, because if you can address the mindset, if you can address past traumas, childhood traumas, things along those lines, then you're going to see the person accelerate and take off. So that is like my perfect core group of other professionals or people, bringing people together that have those types of skills is a phenomenal thing to add into a clinic. Wow. That's awesome. ありがとうございます。そうですね、いくつかのところがあるんですけれども、私の場合ですね、機械とか、その設備的なところとかももちろんそうなんですけれども、今ちょっと質問を聞いて、どういったことができたらなっていうのは、どちらかというとある意味その人っていうところを、いろんな人と協力できるっていう、そういったようなその、センターだったりクリニックっていうのができたらすごいいいなっていうのが私は思ってるんですね。で、今私が、その経営しているクリニックの中にもですね、何人かの、ドクターだったり医師っていうのは存在していて、で、その彼らと協力をして、クライアントさん、だったりその患者さんの、サポートをしているというところをしてるんですけれども、もし、ある意味そのパーフェクトなセンターですよね。完璧な、そういったそのクリニックやセンターを作ることができたとしたら、私は次のようなセンターっていうのを思い浮かべるんですね。でそこにはですね、例えば、まずそのある意味その、リーディング医師っていう感じで、すごいまずそのトップ医師っていう感じの、医師が何人か在籍しているんですね。なので、こういったその医師の方たちに、その患者さんの、検査をしてもらったりだとか、そういったその検診をしてもらうっていうのを、この、トップ医師の人たちにしてもらうっていうのがまず一つできたらいいと思うんですよね。で、それと同様に、こういったその栄養だったりだとか、こういったそういったことを、健康のことだったり、その総合的なことを理解できているヘルスコーチの方たちっていうのも、このセンターを作るとしたら、そういった人たちにはいてもらえるといいと思ってるんですよね。で、そこで、例えばそのワンオンワンですよね。1対1での、例えばその問診だったり、1対1での、そういったその診断っていうのはもちろんあるんですけれども、1対グループ、そういったそのグループコンサルティングっていうような形っていうのも、そのセンターの中で設けられると、すごいいいかなというふうに思います。例えば、そのリーディング医師の方、その医師の方が、そのクライアントさん、患者さんとお話をされるときに、この人の問題はグルテンだから、グルテンを食生活で取り除きましょうっていうところを、ある意味その医師の方がやるというよりは、ヘルスコーチの方にそういったところをアドバイスをしてもらうというところで、それぞれのその役割っていうところを分けることができるとすごいいいと思ってるんですね。もちろん私もある意味その西洋医学的なところっていうのはもちろんスタートなんですけれども、そこから、機能生医学というところに入っていって、今ではある意味その統合医療というところ、どちらのところもやっぱり必要だというように思っていますし、なのでどちらのところも融合できるようにできたらすごいいいと思ってるんですね。で、それと同様に、例えばその針灸師の方、
もしくはそのカイロプラクターの方、整体師の方、そういったタイプの方たちっていうのも、このセンターに何名か、在籍してもらうとすごいいいと思ってるんですよね。で、あとはそのエクササイズですよね。運動っていうところをサポートすることができるっていう意味合いで、こういったそのエクササイズコーチだったりだとか、エクササイズ、運動指導のできるエキスパートの人も、このセンターに招くことができたらすごいいいと思ってるんですね。で、これもその来られるタイプの患者さん、クライアントさんによりますけれども、ある意味ちょっとどちらかというと高齢者寄りのクライアントさん、患者さんがいる場合には、どちらかというとゆっくりしたタイチのようなゆっくりしたエクササイズとかを教えることのできる専門家の方、エキスパートの方を招けるといいと思ってますし、もしくはアスリートの方だとか若い人たちが、患者さんによく来られるんであれば、若いトレーニングとかができるような、そういったそのエクササイズの、エキスパートとかを呼べるといいと思うんですよね。で、それと同様に、もう一つすごい大事だなと思うのが、マインドセットですね。マインドセットだったりだとか、その考え方、このあたりっていうものを、本当にそのよく指導することのできる、そういった専門家だったり、そういったエキスパートっていうのも、このセンターの中に呼べるとすごいいいと思ってるんですよね。その過去の精神的、もしくはその外傷的なトラウマだったり、そういったところによって、すごいマインドセットっていうところですごい、ある意味自分の殻を抜け出すことができないっていう人いっぱいいると思うんですよね。病気とか外傷的な病気以外にもですね。なので、そういったところも踏まえて、こういったその、本当にその、マインドセットっていうところをよくサポートすることのできる人っていうのが、そういった今いろんなエキスパートの人とかのリストを並べましたけれども、そういった人たちがすごい総結集することのできるようなところ、それっていうのは私はある意味そのパーフェクトな究極な施設だったり、クリニックなのかなっていうのは私は思ってます。なるほど。それを多分、ドクター・ルーディはそれをある程度オールマイティにできちゃうような気がするんですよ。ルーディ先生やジョーンズ先生たち。ただ、それをやっぱりご自身が全部をやるんじゃなくて、誰か分業制でやるっていう方がいいって思ってらっしゃるような気がするんですけど、もしそうだとしたら、それがいい理由っていうのがなんかあれば、教えてほしいなと思いました。わかりました。ありがとうございます。Cool, I get it. So I want to ask you, this question, and is that, I think, you guys can do it all, right? Dr. Rudy and Dr. Jones, both of you guys can do, all of these things, right? Like mindset or like, leading doctors or like a health coach, practice and everything. But, you know, if you, so the, having all those types of, people into one clinic or practice or whatever, um, not only, doing it like everything, on your own, but like having those types of people, like different types of people, it sounds like, it's better, from, what I'm hearing from you. And if your answer is yes, what do you think the reason for it would be like? Well, I think when you have people that specialize in those areas and focus solely in on that area, everybody learns from each other. Every practitioner learns from each other. So what we would do is we would have a weekly meeting where each person presents, you take turns, but each person presents a difficult case. And then in this room, you're collaborating with one another. Everybody is an equal. You may run the clinic and own the clinic, but everybody is an equal that sits in that room, and everybody's opinion on where they could, what they're recommending is taken, into consideration. And then the person who is the treating physician or practitioner then can start to pull in those people into from their specialties into bringing this person some, a health, bringing this person to overall health, whatever that might be. The other piece that I like about having a whole group and a collective is you can run big programs and it's not all on you. You're able to work people through. So we would run like a 4-month or 5-month, even sometimes 6-month program where these people are coming into a group class, and that group class is being taught by one or two of the specialists. And so you're able to walk an entire community through this type of plan. So it's great to know a little bit about every one of these areas, but have your specialty. So in my opinion, for you as a clinician, you be the head clinician
And, start out with, wherever you feel weakest. Is it mindset? Start out with a mindset specialist, or honestly, a really good health coach, somebody who knows how to implement nutrition, lifestyle recommendations, meditation, stress resilience, sleep. That is like your go-to assistant, your person that now when my patient is calling to say, how do I remove gluten or rice from my diet? That's not something that I have to answer anymore. That's my coach's responsibility to answer, and I put all my trust in them. Then you can start to build on that. You can do the acupuncture right now. Maybe you can do the mindset stuff right now, but try to get yourself a team built underneath you where now you're the lead clinician. You're seeing the people, you're coming up with the diagnosis, you're recommending, hey, you need to see X, Y, and Z person specialist. And here's how we're going to do that, because we need to bring everybody's mind into this. We need to bring in multiple perspectives. That's just, I think, truly, like, if I were to start a clinic again, and down here in my new location, this is how I would want to set it up. Wow, beautiful. ありがとうございます。そうですね。すごいいいご質問だと思うんですね。で、私がですね、思うのは、例えば今お伝えしたようないろんな、例えばカイロプラクターだとか、もしくは、マインドセットだとか、それぞれのエキスパートだったり、スペシャリストっていうのを、そういった一つのセンターに集めることができたらいいっていうのが私の意見だったんですけど、その理由としてですね、っていうのが、すべてのエリア、すべての分野の人たちからお互いに学ぶことができるっていうところが、強みだと思うんですよね。で、例えばそのセンターの中だったり、施設の中にあらゆるタイプのエキスパートの人が存在したときにはですね、例えば週に1回のウィークリーミーティングみたいな形で、お互いのですね、今取り扱っている患者さんだったり、クライアントさんの、例えば症例だったり、ケーススタディだったり、もうすごいそういったところが、事細かにお互いに情報のシェアだったり共有っていうのはできるっていうところがやっぱり一つの強みっていうところがあると思うんですね。で、例えばその人がエクササイズの専門の人かもしれません。もしくは医師の方かもしれません。もしくはマインドセットの方かもしれませんけれども、例えばミーティングを行う際には、その部屋の中では全ての人が平等っていうような形で、お互いに意見をオープンに出しちゃうんですよね。その患者さんのためだったり、その症例のために。でそうしたときにはですね、例えば、ある意味医師だったり、そういった診断だったり、そういったことを専門にしている人の持ち出した話に関してでも、例えばマインドセットだったり、もしくはエクササイズの専門の方からいただいたアイデアっていうのが、すごい実は役に立ったりっていうケースっていうのはやっぱりあるわけですね。なので、そういったところはやっぱり一つのこういったいろんなグループのスペシャリストたちを集めることのできる利点の一つだと思うんですね。で、もう一つはですね、こういった様々な多くのスペシャリストの方が集まったときにはですね、より大きなプロジェクトだったり、より大きなものだったり、そういったものをクライアントさん、患者さんに提供することができるっていうのがあると思うんですね。例えば、3ヶ月かもしくは4ヶ月かもしくは6ヶ月間かもしれませんけれども、例えばグループコーチングプログラムだったりだとか、そういったものを学びたい、そういった患者さんのために、例えば1人から2人の医師だったり、1人から2人のそういった専門の人に、そういったグループでの学び会、そういった勉強会っていうものを開いてもらうっていうこととかも、例えばもちろんこれも一つの例ですけれども、より大きなプロジェクトだったり、より多くのサービスを提供することができるようになる。これも一つの利点だと思ってるんですね。で、もちろんですね、これを看護さんの立場で言うとですね、看護さんも全てのエリアにおいて、もちろん全く無知というよりは全ての分野において、ある程度の知識っていうのを知ることができると、すごいいいと思うんですね。すごいいいと思うんですけれども、ただ、それを知った上で、私の得意分野やっぱここだよねと、私の専門分野はここだよねってところあると思うんですね。もちろん看護さん医師で、されてきたっていうところあると思いますので、多分おそらくそこが一番の強みだと思うんですね。なので、そこを一番の強みだとして、ただ、例えばマインドセットのことも多分看護さんはご存知だと思います。例えばヘルスコーチ的なところに学ばれていると思います。ただ、ある意味マインドセットっていうところが自分にちょっと欠けてる部分だな、ちょっと自分だと物足りないところがあるなっていうふうになった場合には、ある意味マインドセットって補ってくれるような、スペシャリストの人、エキスパートの方と一緒に協力をするだったりだとか、そういった人たちを、自分のクリニックに呼ぶことができるようになる。そういったふうにすると、すごいそれは強くなってくると思うんですね。
で、なのでですね、例えばその私のクリニックの場合においても、あるそのクライアントさんが来たときに、このクライアントさんにはグルテンを除去するべきだよと。で、グルテンを除去するべき必要は、こうだからそういう必要があるんだよっていう説明は、ある意味、私がしなくても、私が信頼している、私のクリニックに在籍しているヘルスコーチの方に、その方に信頼を預けて、その方に私ではなくて、私の代わりに説明をしてもらうっていうことをするわけですね。で、その代わりに私はもっと他の私の専門的なところに力を入れることができる。で、そうなった時により多くの人たちのお役に立つこともできますし、っていう意味で私は、こういったようなものが理想的なクリニックなのかなっていう見解があります。ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございます。どういたしました。Cool. From there, if I could just add one thing, one therapy that I would really, I think we had one physician when I was there in Japan over a year ago now, who was implementing IV nutrients. If I had to pick one therapy to put into my clinic, it would be IV nutrition. And so that is utilizing high dose vitamin C, B vitamins, glutathione, oxidation therapy. So ozone therapy is another word for that, ozone therapy, all through intravenous methods. We see the biggest turnaround for people most quickly because you're able to get those nutrients into that body very in an easily absorbable form. そうですね。そして、ちょっと時間もですね、残りわずかになってきてはいるんですけれども、今いろいろな人たちがいるっていう話をしましたよね。クリニックにもし完璧なクリニックを作れるとしたら、こういう人たちが、在籍してるといいなっていう話をしたんですけれども、そこに一つの付け加えとして、こういったタイプの人がもしいれば、ぜひともこの私のクリニックに一緒に働けたらいいなっていう思うタイプの人がいます。で、この方はですね、数年前に私がそのヘルスコーチのバーチャルヘルスコーチの講座の中で日本に来日した際にお会いした、講座に参加された方でドクターをされている方なんですけれども、この方はですね、その IB 栄養学っていうんですかね、ちょっとお分かりになりますか、ごめんなさい、IV ですね。なので、ビタミン C 点滴とか点滴に関してのスペシャリストですね。IV 栄養学っていうんですかね。ちょっとIV が英語での略語になってる。イントラビーナスですね。そうですね、イントラビーナスですね。なのであれですけれども、それに関して、例えばそのビタミン C だったりだとか、もしくは、オゾン療法だったりだとか、もしくはそのグルタチオンだったり、そういったものを、その点滴することができる、そういったことに専門の医師の方がいらっしゃったんですよね。で、お分かりのように、こういったものをその点滴として送り込むことができるとですね、やっぱりその送り込むことのできる効率っていうのは非常に高いわけですよね、栄養素。なので、こういった方が、もうぜひ私のクリニックにはぜひともお呼びしたいっていうタイプの人ですね。ありがとうございます。なるほど。The final thing I want to add here is that I'm doing some research into what tests are available in Japan. If you have any labs, like functional medicine type labs, I would love to hear, what companies you're utilizing, whether that be for like stool testing, adrenal testing, nutrient testing, what's available there. I'd like us to comprise a list of companies that we can look into locally. I do have one that's here in the US that will ship to Japan, but I have to be the ordering physician. So at this point, I'm not in a place where I'm ready to offer that up to 200, 300 people, and I'm the ordering physician on it. But if, I want you to be aware of if there is a case like your mother or even yourself, if you're interested in looking into some advanced labs in you or your, family members or somebody close to you, don't hesitate, and we'll try to figure out something that will work for that, like a heavy metals test, like a nutrient test, those types of things. So my question is there a lab company there that you like to utilize? And then the rest of that information is just for his info. Yeah. What do you mean by the ordering a physician? So like you have to. It would be my name ordering the lab for a patient. Oh, and okay. So Okay. that's just not sustainable long term. If he's Right. if he's got a subset of 100, 200 patients that he starts ordering labs from, I can't be the
I can't put my license in jeopardy. You know what I mean? So Right. So I can't order on my own from Japan kind of thing, right? But Right. it's gotta be like somebody in America. Okay. right. Okay. ありがとうございます。そうですね。 Yep. ちょっと最後にですね、ちょっと時間にもなってきましたので、付け加えれればと思うところがはい、ありがとうございます。そうですね。一つ目がですね、今私はその日本においての、その例えばそのラボ研究だったりだとか、検査キットだったりだとか、検査ができるところの、例えばその会社だったり、もしくはそういったところの施設だったりっていうのがあるかっていうのをリサーチしてるんですね。で、例えばその便による便検査だったりだとか、もしくは例えばその栄養チェックだったりだとか、何でもいいと思うんですけれども、そういったことによって体の検査ができるような会社だったり、もしくはそういったその検査キットを扱っている会社だったり、そういったところをある意味その西洋医学ゴリゴリよりというよりは、そのある意味その機能性医学だったりだとか、こうやってその予防医学っていう観点を理解した上で運用されているような会社っていうのをもしご存知、看護さんがですね、もしご存知であれば、教えていただけるとすごいありがたいなと思うんですよね。もちろんこの場でも構いませんですし、もしくは後日、会社の方にですね、メッセージとかチャットとかで送っていただけると、私の方で受け取れますので、そういったところを医師の方だったり、医療従事者の方っていうのは、もちろん日本の地においてはよくご存知だと思うので、教えていただけるとすごい助かるんですよね。そういったふうになれればなれるほど、ヘルスコーチの日本の VH の中においてもたくさんの価値というのを提供できると思ってますので、もしですね、カンオンさんがご存知であれば、もちろんちょっとあまりちょっとそこはわかんないですっていうのは全然大丈夫。もし、ここを知ってるよとか、ここはすごいいいと思ってますっていうのがあればですね、教えていただけるとすごい幸いだなというふうに思っています。で、もう一つ目がですね、私がですね、その一つだけ、アメリカにはいくつかあるその検査とかを行っている会社の中で、一つだけ日本に検査キットとかを送ることのできる会社っていうのを知っています。一つだけ今知ってるんですね。他にもいくつかあるかもしれませんけれども、調べた中で今一つだけ分かっているところがあります。ただですね、これっていうのが例えばその日本の人が日本から注文することとかっていうのはできないんですね。アメリカ在住の人、例えばその私の名前によって、アメリカのその医師を通して日本に送るっていうこととかに、っていう方法しか今できないんですね。なので、例えばそのヘルスコーチ、バーチャルヘルスコーチを通して、200名、300名って今存在している、学ばれている方たちに、例えば私だったり、ドクター・ジョンの名前で200件、300件の検査キットを注文して送るっていうことは、ちょっと現実的ではないので、それは難しいんですけれども、もし看護さんのそのお母さんのために、例えばその重金属の検査だったり、そういったところをちょっと知れたらなというところで、もし、ちょっとそのアメリカから日本に送れる、その会社っていうところの検査キットっていうのを、もしできればやりたいなっていうところとかがあれば、全然言っていただければ、看護さんと看護さんのお母さんのために、そういったものを送るっていうことっていうのはできるかなと思ってますので、おっしゃっていただければ、いいかなと思ってます。で、先ほどお伝えした、もしそういった検査キットとか、検査の会社っていうのを知っているのであれば、教えていただけると、すごい幸いだなというところですね。ありがとうございます。ただその、検査のこと、便の検査とか、そういうことができる会社は、心当たりがあるんで、ちょっとそのアドレスとかを調べて、また共有したいなって思いますっていうことと、で、何でしたっけ、その、検査キットの件は、例えば僕がオーダーすることはできないけど、例えば2、300とかってなっちゃうと大変、大きくなっちゃって大変だけど、例えばうちの母のさっきの症例のために、さっき言ってた検査キットの会社からルーディ先生とかを通して、キットを購入して、それをチェックして、その検体を送って、結果を見るっていうことは、できるっていうことなんですね。ちょっと聞いてみますね。ありがとうございます。はい。Well, thank you, Dr. Rudy. So I'd like to, check, if there's like, the companies or whatever that use, these kind of, tests available here in Japan. I'd like to let you know, maybe later on. The other thing is, as you mentioned, so there's one company in America that, ships and maybe like a, test kit or whatever to Japan, but it's got to be like, by a physician in America, maybe like, you guys or like, Dr. Jones or whoever. But as you mentioned, it's not realistic for you guys to, order, 200 to like, 300, lab tests. But
I think, what I understand is that maybe like for my mother, like if I wish, then can I ask you to maybe like, order one lab test for her, and then maybe like, they'll ship that, test kit to me, and then I can like have my, mom, test it out and then like ship it out to America again, and then I can see the results of what's going on, in her body, from the test. Is that correct? That is correct. Obviously, some test kits can be performed that way, that don't have a lot of time lost in shipping, meaning there's no compromising the sample because of the time it takes to ship. There are some labs that we can utilize with that. We can't do everything that we would do here in the States, but we can do like Heavy metals or we can do heavy metals, which is a urine test. I believe that would be okay. Heavy metal test, a nutrient test, which is like a finger prick test. We could do food sensitivity panel. We certainly could look at genetics. We could look at viruses, like a virus infection panel. I'm just trying to think of the things that I would think off the top of my head that you wouldn't be able to get there in Japan that would be potentially beneficial. Those would probably be the top few. I don't know about saliva testing, cortisol saliva testing. I don't know what the time period is and how the sample would hold up in shipping. I mean, obviously you could send it overnight, but that would increase the cost. So, Right. It's just a matter of figuring that out. Okay. So not everything, but for some of those test kits, if I wish, maybe like I can ask you for my mom, right? Right.ありがとうございます。そうですね。そうですね。おっしゃる通りでして、ちょっとカンオさんとカンオさんのお母さんのため、ちょっともちろんこのマスターマインドっていうところで、やっぱりその皆さんに関しては、何かしらもうちょっと、追加的な、っていうところで、もっと多くのものを提供できればっていうところも思ってますので、もしカンオさんが、やっぱりそれを母のためにちょっと、できればっていうところであれば、おっしゃっていただければ、アメリカからその検査キットをカンオさんの方に送らせていただくっていうことはできればと思ってます。それはできますね。ただ、一つお伝えさせていただきたいのが、すべての検査っていうもの、アメリカで可能なすべての検査の、種類っていうのが全部できないっていうのがまずあると思ってます。っていうのが、そのアメリカから日本に送って、ごめんなさい、日本で検査をして、で、アメリカにこう送ったときに、例えばその送るためのそのシッピングの日数ですよね、とかによってとかで、例えばその検査のそのサンプルっていうものが、例えばその劣化しちゃったりだとか、それでちょっとそういったことがあるので、日数的にはもうちょっとやっぱできないよねっていう検査も内容もいくつかあると思ってます。ただ、おそらくこれは大丈夫だろうっていうのはいくつかありまして、それがまずその重金属のもの、これはその尿検査によるものなんですけども、これはおそらく多分大丈夫だと思うんですね。で、あとはその栄養素のその体の中の検査、これはその指紋によるテストなんですね。これも大丈夫だと思います。で、あとは例えば、ウイルスだったりその感染症に関してのパネル、この検査っていうのも大丈夫だと思うんですね。ちょっと今頭の中思い浮かんだのをいくつか述べてるだけですので、多分他にも大丈夫なものがあると思いますし、もしくはもちろんちょっと唾液テストとかは多分ちょっと難しいかもしれないと思うんですね。もうちょっと予備のお金が発生して、例えばそのシッピングとかの日数を早めるとか、そういうのがもしできるのであれば可能かもしれませんけれども、そのあたりはちょっとこれとこれを受けたい、これとこれはちょっとできないからしょうがないよねっていうのを理解した上で、その検査キットっていうのを注文、していただいて、送らせていただくっていうのは可能だと思いますね。ありがとうございます。なんかこういうふうな検査ができるよみたいな、ルーディ先生がおっしゃってる会社のなんか検査案内みたいなサイトみたいなのがあったりしたら、見せていただけると調べてみたいななんてちょっと思ったんですけど。Thank you so much, Dr. Rudy. If you have maybe like a link of the website of the company that you mentioned or something, I'd like to maybe look it up, and then if it sounds good, then maybe like I like to maybe order or something. But yeah, if you have a website for it or something, that'd be great. Let me take a look here and see if I can. ちょっと今見てみますね。ありがとうございます。
All right, I just sent it over to him. Cool. ありがとうございます。ちょっと今、送らせていただいたと思いましたの Ah, で、 thank you very 出る much. と思うんですけども。This is one of the companies that I've talked to that I know will ship kits to Japan. And I would be thinking about, from a testing perspective, let's see if I can bring it up here. The whole blood nutrient panel. Whole blood nutrient panel. I don't know if we can do the adrenal, but adrenal testing if possible. What else was I thinking? Oh, heavy metals. Heavy metals. And food sensitivity. Oh, that sent to you? Yeah. All right. Okay, thank you very much. My pleasure. Wow, that's awesome. Cool. Cool, cool. 大丈夫そうですかね。あ、大丈夫そうです。Thank you very much. I appreciate it. Such a pleasure taking the time with you this morning. If you're interested in going forward with any of the testing, just let Yuki know and we can set up another call and try to figure all of that out. Yeah. Cool, cool, beautiful. ありがとうございます。そうですね、カンオさん、本当にですね、今日はありがとうございます。ちょっとですね、ありがとうございます私からするとですね、アメリカはちょっとまだ朝なのであれですけれども、美しい朝をですね、スタートを迎えることができて本当に嬉しく思っています。で、ちょっとですね、今日お話ししたような、検査キットのこととかもですね、あったと思うんですけれども、カンオさんの方で見ていただいて、これはちょっとやっぱり母のためにちょっと受け入れればなっていうところとかあればですね、こちらの方に事務局の方にですね、園田由紀さんいらっしゃいますので、ご連絡とか、チャットの方をいただければですね、そのための、例えば他のですね、ズームコールとか、ちょっとセットアップしてですね、ちょっとじゃあ実際にアメリカから、オーダーするためにこういうのが必要だよとか、そういうのが、あればですね、またそういった会話とかも持てるかなと思いますので、全然ですね、やりたいなとか思うのであれば、ためらわずにですね、おっしゃっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。Ken, thank you so much for your help. I appreciate it, man. Absolutely, that was awesome. Thank you so much. ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。助かりました。So I'd like to close this, but thank you so much, Dr. Rudy. And はい、カオンさん、改めて、ありがとうございました。ありがとうございます。シャラさんと園田さんとルーディ先生、Thank you very much. ありがとうございます。Dr. Rudy, thank you so much. ありがとうございま Thank you. す。はい。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございます。どうも失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。